ってことで、アニメ考察やってくで。今回は、アークナイツ黎明前奏の5話の内容を考察してくで。ここ数話は、派手な戦いがない印象で、1話の検証で使った検証用 3D モデルの出番が全然ないけど、相変わらず細かいところで、演出のこだわりが垣間見える部分があるので、気づいた部分をお伝えしていくで。なお、本動画は、アークナイツ5話を視聴してる前提で話を進めていくで。まだ見てない方はネタバレになるので、5話を視聴することをお勧めするで。そして、考察は、個人的見解で、さらに、素人調べによる間違いが含まれてる可能性があるので、ご注意ください。はじめに、フランカのこの言動について、考察というか補足というかやねんけど。まず、ゲーム内で、フランカのプロフィールには、敵に大きなダメージを与えるより、いかに自分を無害に見せるかということに重点を置いている。という一文がある。これは、おそらく、自分を無害に見せかけて敵の気をつき、楽に勝てる戦闘スタイルにしているのではと考えてる。まあ、軽い性格のフランカやから、戦いが変にこじれる前にさっさと終わらしたいと考えるのは自然なのかなと思う。この過程でアニメを見ると、その設定が生かされた戦い方をしてたで。それが、4話の初登場シーンとスラムでのレユニオンとの戦闘シーンでわかるように、どちらも敵の後ろに回り込んで一撃で仕留めてる。この描写から、自分の中で、さっき言った戦いをさっさと終わらせたいという気持ちがあるという過程に信憑性が出てきたわけや。これらを踏まえて、なぜ、戦闘発生時の第一声に、後ろを取られるの嫌いの発言が出たのか考察してみると、いつもは、自分が敵の後ろを取って楽に終わらしてるのに、後ろを取られると戦闘がこじれる、結果軽い性格のフランカにとって、面倒な状況になったので、その不満として、後ろ取られるの嫌いという言葉をこぼしたのではと考えてるで。こんな風にアニメ分析していくと、ちゃんと、ゲームのキャラ設定に沿った言動や挙動をしているブレない描写がアニメのクオリティを支える一因になってると思う。こういうわけで、このフランカが後ろを取って勝ち続けてたら、逆に敵に後ろを取られて不満をこぼすという一連の流れは個人的に結構好きな部分や。次にミーシャについてやってくれ。ここではミーシャはなぜアーミヤを信じたのかと感染者から信頼を得るのがどの程度難しいのかを考察してくれ。まず、ミーシャの各シーンをまとめていくと、5話初めで、アーミヤが、この一曲にミーシャを引き渡すことを話していたところで、ミーシャの信頼感が揺らぐ、が、ここで、アーミヤたちの元を離れても、一人でいるよりかは、マシと考えてとりあえずついていくって感じがするで。また、この時、その直後の戦闘では、ミーシャが座り込んでいてアーミヤが、大丈夫ですかと聞いても、平気というだけで顔は描写しないなど、ミーシャが、アーミヤに対して、若干不信感を抱いてるという雰囲気が漂う演出がされていた。そして、テキサスと合流し、建物からミーシャと共にジャンプして退避。その後ミーシャを気遣い、休憩を取り、ロドスやレユニオンのことを話す。そして、オリパシーの象徴が出たら、応急処置の注射を打ち、感染者たちのいさかいがあったら、それをやめさせる。といった感じで、ミーシャや感染者を胸に思っていた場合、絶対にしないことをやり続けた結果、アーミヤは、ミーシャから信頼を得ることができたんやと思う。逆に、これだけやって理解を得られたのは、たった一人で。レユニオンの勢力拡大スピードとは、大きな違いとなってるな。ここで、レユニオンとロドスを比較してみると、レユニオンが掲げてることは、感染者救済、感染者のために立ち上がるなど、余裕のない感染者でも、わかりやすくシンプルで、今まで溜まってきた鬱憤をみんなで晴らそう。みたいになっており、感染者からすると、特に疑問を持たず簡単に共感できるようになってるが、対して、ロドスは、差別をしてくる人に武力攻撃をせずに、感染者の問題を解決する道を探る。というようなものになっていて、それを初めて聞いた感染者からは多分、どうやってなぜ、差別してくる人のことを考えないといけないの？今までの恨みはどうするの？などの言葉が飛んできそうなものとなっていて、正しいこととはいえ、余裕がなく、感染者に恨みを抱いてる人からは、共感されにくいものとなっているのがわかる。これは、ミーシャの初めの方の態度を見れば共感できないのも頷ける。感染者が、みんな、あんな感じであれば、ロドスとレユニオンの拡大力に差が出るのは仕方がない。こうして、これまで、自分の中で漠然とあった、敵やたら多いし、すぐ増えるという疑問に対する回答が5話で与えられたと思うで。じゃあ、最後に、テキサスとエクシアについてやってくれ。まずはテキサスについて考察していくと、アーミヤたちと合流した時には、すでに合流地点で待っており、床には、4人ほど敵が倒れていた。
アーミヤにこれはと聞かれた時は、先客だと答える。このことから、おそらく、敵は、すでに合流地点に潜伏していたが、エクシアから連絡を受けて、テキサスがレユニオンを掃討し、安全を確保していたものと思われる。このことから、制作者側の、テキサスは強いですよアピールが見て取れるで。まず、先客だという言葉から、敵4人は部屋で待ち構えており、次に部屋に入ってきた。標的に対して先手を取れる状況だったにもかかわらず、テキサスは、後から部屋に入り、一人で、4人の敵を撃破してる。しかも、アーミヤと合流した時、遅かったな、と言っていたことから、かなり早くに到着し、戦闘を終了させ待機していたことになる。これらの状況から推察するに、テキサスは、相当高い戦闘力を備えていることが読み取れるで。しかし、ビルの間を飛び移るシーンで、エクシアに、なんで、全員倒せなかったのか、と聞かれた際に、そこまで頼まれてないと答えてる。この一連の描写から、テキサスは、戦闘力はかなり高いけど、微妙に融通が利かないキャラとして描かれてるってことがわかると思う。まあ、ゲームでもガチャで引いた際のセリフで、任務に関する指示はシンプルに、と言っていたので、ゲーム内の設定に沿ったキャラ描写が、ここでも垣間見えた部分やと思う。次にエクシアについてやってくれ。ここでは、エクシアは今回なぜ戦わなかったのか、ということにフォーカスして考察してくれ。まず、エクシアは、アーミヤたちがレユニオンと一戦交えた後も、武器すら出さずに、オツというだけで、5話では全くと言っていいほど戦わず、明るく、余裕なテンションでアーミヤたちを案内し続けていた。アニメのこの描写だけ見ると、エクシアは、さもヘラヘラしてる、戦闘員系女子な感じが出ており、実力はほとんどわからないな。ゲームでのエクシアを知ってる中の人曰く、どうせ、これから強い描写するんじゃないとのこと。というのも、ゲーム内でのエクシアは、最高レアリティの星6で、無類の対空と燻製迫り性能、ボスキラー性能、味方への単体汎用バフなど強みが多く、それだけ性能があっても、低コストで配置がしやすく、昇進、クラスアップを最大までしなくても、その性能が、高く序盤でも扱いやすい。そして、プロフィールでは、ムードメーカー、ロドス内で、トップレベルの射撃能力、楽しいことが好き、楽観的だか信心深い、誰に対しても友好的だが、心から認めてる人は少ない、といった文が散見される。これらのことから、エクシアはデザイン、キャラ性能、ゲーム内設定、振る舞いと内面のギャップによる可愛さなど、どれをとっても人気になりそうなキャラで、表面上パリピだけど本気出すと、超強い人気要素詰め合わせ系女子というのが、エクシアに対する中の人の評価や。では、本題の、なぜ今回戦わなかったのかというところを考察していくと、まず、尺がなかったという分かりやすい理由があると思う。そして、次の理由は本命で、第一印象を軽い感じにして、いざ戦わせると、めっちゃ頼りになるっていう流れを作り、ギャップ萌え的描写をしてアニメを盛り上げるためではと思ってる。やはり、盛り上がりを作ろうと思ったら、あえて戦わないという下準備をする意義はあると思う。じゃ、次に想定した流れを作り、エクシアの数が上がると、どんな影響が出てくるのかを、願望と邪推祭りで考えていくと、まず、エクシアファンが増え、インストール数が増加。さらに、既存ドクターの士気が向上。次に、豊富なエクシアグッズの売り上げがアップ。次にヨースターが潤い、アークナイツのゲームやリアルイベントなど、あらゆるクオリティがアップ。最終的に全ドクターに誇り、そして、世界は平和になるのではないかと考えてるんだよね。まあ、これに関して信じるか信じないかは、あなた次第です。こんな感じで、考察いかがだったでしょうか。個人的に、この先気になってることは、エクシアは本気出すのか問題、スカルシュレッダーとミーシャの関係性問題、そして、検証用 3D モデルたちの仕事は来るのか問題、などなど、何かと気にしながら今後もアークナイツを追っていきます。というわけで、ご視聴ありがとうございました。